便利は最強の武器。こんにちは、春日部つむぎです。今日はあれやらせてください。雑談、そしてレンズの話。というのもシグマ 20mm、200mm のレンズを買って半年が経ちました。購入してファーストインプレッション的な動画を出したんだけど、実際半年ほどがっつり使ってどうなのっていう最終評価的な話をしようかなって思って。ちなみにこの間ライバルとなるタムロンのレンズも出てるけど、買ってないから比較はできないよ。あくまでシグマ 20mm、200mm がどうなのって話。さてさて、今日はレンズの動画ということで初めての見る人も多いかもしれない。ということでざっと自己紹介的に。はい、メインはフィギュアを撮ってます。フィギュアばっか撮ってるおめえに万能ズームレンズの何がわかるんだかスコラー思てるよという意見は待ってほしい。普通にフィギュア撮る以外にも風景撮ったりレース撮ったりするんで、万能ズームレンズは重宝してる。というかズームレンズの方が多い。撮りたいものを狙って撮るというよりは、行った先で良さそうなものがあれば撮るといった感じなので、ズームレンズは欠かせない存在だね。そして普段はバイクと公共交通機関を利用してるんで、単焦点をたくさん持つのが辛い。特にバイクは重量がそのまま疲労につながるし、振動対策でバイクと荷物が接触しないよう常に背負ってるから、どうしても複数レンズを持ち歩くのが億劫になるんだよね。ソニーの 20mm、70mm、70mm、200mm を持っている上でシグマの 20mm、200mm を買うわけだから、どれだけ辛いか想像してほしい。というわけで 20mm、200mm を買ったわけです。2025年10月上旬に届き、それから半年が経ちました。20mm、200mm の使用率はどれくらいかというと、もうこれしか使ってね。というのは若干言い過ぎかもしれないですが、家でフィギュア撮影する以外はこれしか使ってないです。もう外で撮影するときは 20mm、200mm でいいです。これ以外持ち歩きたくないです。一般的な万能ズームレンズが 24mm 始まりに対して 20mm 始まりってのが本当に良くて、あともう少しに広くができる。この差がやっぱり大きい。それに 20mm、70mm を持ってたから 20mm 始まりもすんなり受け入れられるってのはあったと思う。それじゃあ実際に 20mm、200mm で撮った写真を見ながら話していこうか。実際のところ 20mm で運用するってのはそんなにない。24mm よりかなり広くなるんで、余計な要素が多くなり扱いに困る場面もある。ただ一応試してみるとなかなか収まりが良くなったり、広大な地形ではより広くダイナミックに撮れる。こういった木々と奥行きを見せたい場面でも 20mm があると重宝するんだよね。そして 200mm もいけちゃう。まあこれは α7R5 の6000万画素を活用した合わせ技なんで、純粋に 200mm ってのとは違うかもだけど、これなんかは普通に 200mm で使ったやつだね。さっき見せた写真にも写ってるんだけど、この辺りを写したやつだね。意識して撮ったわけじゃなくて 200mm で合わせると夕日の色合いとかでフォールアウトのドラマっぽいなってだけで撮った。レンズを変えなくても即座にこういった切り替えができるおかげで、あの時ああしていればみたいなのが減ったと思う。最短撮影距離も結構短いからテーブルフォトも余裕でこなせる。何個か見てもらったけど、どう？結構いいでしょ？明確なデメリットは端の後継色とかはかなり顕著に出るから、これは割り切って撮ればいいと思う。あと端がかなり暗くなる。でもこれはレンズプロファイルを当ててあげるとだいぶ改善するよ。画質なんかは前回の動画で比較してるんで今回はやらないけど、これまでの写真は全てソニー純正レンズで撮りましたって言われてもわかんないと思うよ。ここで突然の問題です。実はさっき見せた写真の中に1枚だけシグマ 20mm、200mm ではなく、ソニー純正で撮った1枚を紛れさせました。この4枚のうち、ソニー純正レンズで撮った写真はどれでしょう？正解はこちら。
この写真がソニー純正レンズで撮ったやつでした。正解された方、おめでとうございます。不正解の方、泣かなくていいです。こんなんわかる方が少ない問題です。条件、シチュエーションが全く異なる写真でどのレンズで撮りましたなんて聞かれてもわかんないです。後継色が出る、周囲が暗くなるといったデメリットがわからなければこのレベルなんです。ちゃんとデメリットを把握し、対策や回避手段を理解していれば、超万能でこいつ1本で賄えるってわけなんだよね。そんなわけで、使えば使うほどこのレンズ以外を持ち出す理由がなくなっちゃったわけ。多分こうなるだろうなってのは分かってたんだけど、思ってた以上に早かったなって。ちなみにモトクロスとか競馬でも使ってるんだけど、素材として使っていいか怪しい感じがするんで、ここではお見せできないけど、もともとシグマの 150mm600mm を使ってることもあって、動き物も特に問題なく使えるよ。オートフォーカスもかなり精度高く動いてくれるんで結構使える。ただオートフォーカスは純正の方がほんのわずかに速い。精度が高い気がする。これは測定しづらい本当にわずかな瞬間なんだけど、数フレーム遅い場面があるとかそんな感じ。それとこれはレンズ自体の評価として考えていいか微妙だけど、鳥取には飛行機で行ったんだよね。1泊2日なんで全部手荷物できないに持ち込んだんだけど、帰りの重量が 6.8kg だったんだよね。鳥取空港は ANA で 10kg まで持ち込みできるんだけど、もしジェットスターやピーチだったら 7kg 制限なんで、レンズ2本持っていたらちょっとオーバーしてたんだよね。おっとこれは面倒な話にってなってたかもしれない。まあこれはたらればの話なので、重量問題はこういったところにもあったんだなってのを感じたよ。さてさて、外での撮影は 20mm200mm をメインで使うようになったんだけど、フィギュア展示会撮影は少しでもいい画質で撮りたいと思い純正レンズを使うつもりでいてたんだけど、もう無理っすね。甘い誘惑に負けて 20mm200mm 使いました。ぶっちゃけそんな変わんねえっす。きっかけはワンフェスで展示方法が出したようで様々な画角を使うこともあり、画質よりも撮りやすさという圧倒的パワーの前に屈しました。アーシは弱い。そして一度この快適さを覚えてしまうと、人間とは弱いもので不便な方には戻れないといった精神的な話だけではなく、昨今フィギュアの大型化もあり、こういったクソデカフィギュアを撮るには 20mm とかあるとあまり後ろに下がらず撮れるってのもある。馴染みのない人には伝わらないんでサイズ感を出しておくと、全高 57cm です。しかもこれ通路そんな広くないし人通り多いし、下がって撮ろうもんなら巡回中スタッフに注意されちゃう。シグマの開発担当がフィギュア大型化 20mm みたいなノリでは絶対ないんで、たまたま時流がそうだったってだけなんだけど、フィギュア大型化に広角実装はありがたいなってなったよ。スペースが十分にない秋葉原散歩記事とかも共通していて、ほぼ 20mm200mm になりました。寿やコレクションなんかも誰かに義理立てしてるわけでもないし、別にいいんだけど、なんか負けちゃった感がすごい。あ、でもネイティブグループ合同展示会はソニー純正レンズ2本体制で撮ってる。ここは展示方法が変わらないし、時間に余裕もあるからね。ちなみに家で撮影するフィギュアはソニー純正の 70mm200mm やタムロン 90mm を使ってるよ。便利さが不要な場面であればやっぱり少しでも高画質な方を使うかな。舐めて比較しないとわからないレベルではあるんだけど、やっぱり綺麗に撮りたいって思いが強いからね。そして行き場を失った 20mm70mm なんとなく残してるんだけど、 20mm200mm 購入以降ネイティブ合同展示会の2回しか使ってない。このレンズのおかげでフルサイズがすごく楽しくなった思い出のレンズではあるんだけど、思い出が防湿庫を圧迫するのはちょっとね。使おうと思えば全然使えるレンズなんで非常に困ってる状態。売って新しいレンズにしようかとも考えているけど、今のところそこまで欲しいレンズがないので遠米で来てるだけかも。何か魅力的なレンズが出たらその時は。そんなわけでアーシはもうダメです。戻れません。 20mm200mm を買う時はそういった覚悟をしてから買ってください。周辺が暗くなる。
後継色がかなり出るといった明確なデメリットがあることを話したけど、他にも気になる点はちらほら。周辺原稿と後継色はさっき話したんで割愛するね。リングの硬さは前も話したけど、広角域のズームが若干硬い。しばらく使えば馴染むかと思ったけどあまり変わらない。だいぶ使ったんで慣れたのはあるけど、それでも硬いなって思うことは多々ある。リングが逆回転も前話したね。これは最近シグマの方向に慣れすぎて、純正を使う時に逆だって間違う時が増えた。統一してくれって心から思う。オートフォーカスに迷いのあるシチュエーションなんだけど、暗いところから急に明るいところでフォーカスしようと結構失敗した。本当は再現動画とか撮りたかったんだけど、うまく再現できなくて気のせいかもしれないし、レンズの問題ではない可能性もあるんだけど、純正の時こんなこと感じなかったのになってのは感じた。モトクロスや紅葉を撮影する時逆光で撮ろうとしたら、結構な確率で外したんだよ。ただ、再現できてないので、本当にたまたまそういう条件だったかもしれないってことなので、あまり深く考えなくていい気もする。ただ、あれってなった回数は多い気がする。次にオートフォーカスにわずかな遅れが出る場合があるってのだけど、正直なところ、これもほぼ体感だし再現動画も撮れてないただの感想なんだけど、ほんの数フレームだけ遅延する場合があるんだよね。多分、純正を使ってないと気がつかないレベルの遅れなんだけど、たまに感じることがある。特にフィギュア展示会で撮ってる時に感じることが多く、純正のオートフォーカス速度はストレスなくいけるのに対して、20mm、200mm は違和感ある動作をしている気がした。こっちも体感の話なんで、純正とそうじゃないってバイアスがあるかもしれないから話半分でいいと思う。国内外のレビューを見てもそんなこと書いてないし、みんな軽快で素晴らしいオートフォーカスって言ってるので、多分気のせいかもしれない。でも、なんとなく違和感があるんだよな。一応、歪曲周差とかもすごいあるんだけど、昨今のレンズ事情で周差オフにする意味あんまりないし、レンズプロファイル当てたり、カメラ内補正でもそこそこいけるからあんまり気にしてないよ。まあ、気にする人はこんなレンズ買わないか。使ってまだ半年だし、そもそも比較対象となるレンズも少ないんで、もっと使ってる人なら他にも思うことはあるかもしれないけど、趣味で写真撮ってる身としてはこんな感じかな。気になってるなら買っていいと思うよ。ただし、フルサイズ限定ね。APS-C だとうまみなくなるので、フルサイズ移行前提じゃなければ買わなくていいよ。昨今、動画需要が高いし、広角は動画にも利用されるケースが多いんで一応触れておくけど、レンズ内手ブレ補正もないし、カメラ依存なのであまり語ることもないかなって感じ。パワーズームもないし、自撮りするにはレンズが長いから、こういった趣味の動画を撮るぐらいかなって。別に全く使えないとかそういう話ではなく、動画特化レンズじゃないってだけね。動画は専門内なので、これ以上何か言えることないんだよ。ごめんね。焚き火で焼いたチーズは美味しかったよ。といった感じで 20mm、200mm の話でした。便利かつ 20mm から使いたいって人にはおすすめできるレンズなんでよかったら店頭で触ってみたり買ってみたりしてください。でもまあ競合のタムロン 25mm、200mm とかも発売されたし、古いけど純正の 24mm、200mm と選択肢が多い分野ではあるから、それぞれ好みに合ったレンズを選べばいいと思うよ。これはもう他人に流されるのではなく、自分が使いたいと思ったものを買おう。その一助にこの動画が役立ってくれたなら嬉しいかな。それではこの辺りでご視聴ありがとうございました。もしよかったらファンティアの方も覗いてみてください。フィギュア写真しかないですけど。